はい、皆さんこんにちは、ひたちです。今日は日本語を話せるようになるためには、日本語を話すために必要なこと、そして必要じゃないことについて話をしたいと思います。この動画を見ると、日本語を話すために必要なこと、そして必要じゃないこと、この2つのことがわかる動画になっているので、ぜひ最後まで動画を見て、そしていいねとチャンネル登録もよろしくお願いします。日本語を話せるようになる。日本語を話すためにした方がいいことっていうのは3つあります。1つ目は N5 から N4 の勉強をすること。2つ目が説明の練習をすること。そして3つ目が間違いを恐れないこと。後で詳しく説明します。逆にしなくてもいいこと。日本語を話すためにいらないことも3つ。1つ目が N3 から N1 の勉強。あと漢字の勉強。そして JLPT の勉強もいらないです。じゃあそれぞれなんで必要なのか、なんで必要じゃないのかっていうことを話していきたいと思います。まずみんなに質問がしたい。日本語のレベル N5、N4、N3、N2、N1 ってあるんだけど、話すために必要なレベルはどこだと思いますか？例えば N5 から N1 で勉強するのは私が日立です。暑い、寒い、便利な N5 で勉強。N4、あそこに物がありますとか、何々そうだ。N3 だと手ならないとか、もしかして。N2 だと手たまらないとか、うるとか L で、N1 だと手かなわないとか、ないとも限らない。こんな文法を勉強します。みんな OK かな？ N5 で勉強するのは基本的なルールだよね。I am 日立の I が私、am が和。こんな風に基本的なルールを勉強するのが N5。次に N4 では助詞パーティクル、こういう文法を勉強します。例えば場所にですか、えですか、ありますの前はがですか、おですか。こういう文法を勉強するのが N4。N3 では N4 の文法の詳しい説明、文系を勉強します。例えばさっきの例で言ったら、そうだ、何々そうだ。このそうだを詳しく説明するために、もしかしてっていう文系を勉強します。じゃあ次 N2 では何を勉強するかっていうと、N4 の文法の詳しい説明をします。さっきのそうだっていうのが N2 になると、何々得る、何々売るっていう新しい文系、詳しい文系になります。そして最後 N1 でも N4 の詳しい説明をします。何々ないとも限らないとそうだっていうのは大体同じ意味です。でもちょっと詳しい説明が入っている。はい。ちょっと見たんだけど、みんなこれで分かったかな？日本語を話すときに必要なのって実は N5、N4 までです。。話すときに必要なルール。
ルールを勉強するのは N5 と N4 までで、 N3 や N2、N1 で勉強するのは、その勉強したルールの使い方とか詳しい意味、これを覚えるのが N3 と N2 と N1 です。そして N3、N2、N1、それぞれよく使う文系、あまり使わない文系、全然使わない文系、N3 から N1 の中で難しいものと難しくないものに分けられてレベルが3、2、1になっています。つまり N4 までをパーフェクト全部分かっていれば日本語を話すことはできます。逆に言うと N5 や N4 を勉強できていないのに N3、N2、N1 を勉強しても話せるようにはなりません。もう少し例を出して言うと N5 から N4 の勉強っていうのはこれだね、泳げるようになる練習。みんな泳ぐってわかるよね。水。N5 から N4 は泳げるようになる練習です。まだ泳ぐことができない人に対して例えばこんな風にすると泳ぐことができます。そういう動き方、こういう説明をするのが N5 から N4。じゃあ N3 から N1 は何を勉強するかっていうと、これは早く泳ぐ練習なんだよね。泳げるようになった人がもっと上手にスピードを速くしたいと思った時にもっと速く泳ぐ練習をします。このね、上手な感じ、ちょっとオリンピックの感じだよね。で、これは何を言いたいかっていうと、泳げない人に早く泳ぐ練習を教えても意味がないよね。だってその人は泳げないから。そんな風に早く泳ぐ方法があるんだっていうのが分かっても実際にその人は早く泳ぐことができません。なぜならその人はまず泳ぐことができていないから。よく N2 や N1 これを勉強した方が日本語が上手になると思っている人がいるんだけど、まずは N5 や N4 を勉強しないと N2 と N1 を勉強してもあんまりね意味がない。ただの知識、勉強にはなるんだけど話せるようにはならないということです。これが話すために N5 と N4 が必要で N3 から N1 がいらない理由です。で、じゃあ話すときに本当に N3、N2、N1 がいらないのか、これを例を出して見てみましょう。例えばあなたが言いたいことが I'm so hungry、 これを N1 で表現するとお腹が空いて叶わない。 N2 で表現するとお腹が空いてたまらない。 N3 お腹が空いてならない。 N4 とてもお腹が空きました。 N5 私食べ物を欲しいです。みんなこの5つの中でどれが一番わかりやすいですか？人によって違うと思うんだけど一番わかりやすいのは N4 だと思います。どうしてかっていうと N3 や N2、N1 っていうのは勉強をしていない人もいるし普段使わない文法もたまにあります。だから誰でもわかる言葉、つまり N5 から
N4 で話した方が聞いている人もあなたが言いたいことっていうのが 100% わかります。ただ N3 から N1 っていうのは自分の状況、シチュエーションや気持ち、これをもっと詳しく伝えるためには N3 や N1、 こういうレベルの文法が必要になってきます。例えばお腹が空いてならないだったら、なんでか理由はわからないけどお腹が空いているんだよっていう状況を言いたい。お腹が空いてたまらないだったら、もう我慢ができないくらいお腹が空いているんだよ。で N1、 お腹が空いて叶わないだったら、もうお腹が空いて他のものの影響とかで私はお腹が空いていて、もう絶対に我慢ができない。それぞれ意味は同じなんだけど、少しずつ自分の状況や気持ちが違っていきます。これを詳しく説明するために N3 から N1 があります。じゃあ次に話すために必要なこと2つ目、説明をするっていうことについて話をしたいと思います。言葉を話すっていうのは何かを説明することです。自分の気持ちとか、他の人、物、この説明をすることがコミュニケーション、つまり話すということになります。例えば、私は日立です。これは自分の名前の説明をしています。これをもっと詳しく説明するとこうなります。私は日立です。日本で日本語教師をしています。今は休みなのであまり家から出ないで YouTube の動画を作っています。こんな風に詳しい説明ができれば話すことも上手になる。どうしてか、なぜなら詳しくとは長く説明をするといつも使わない文法を使って話すことになるからです。または例えば、私は日立です。日本語教師して日本でにを教師をするしているしていた。今まで勉強した文法でどれを使えばいいか、自分が何が分かっていないかっていうのが長く話すことで分かるようになります。だから何かを説明をする、詳しく説明をするっていうのが大切になります。で、説明をするっていうのは一番多いシチュエーションはこれです。自己紹介。ちょっと自己紹介をしてみます。こんにちは。私は日立です。日本人です。よろしくお願いします。やっぱりこれだとちょっと少ないよね。使われている文法も N5 レベル少ないから、勉強をしたけど使わない文法、勉強したのに使わない文法っていうのはどんどん使えなくなっていきます。この文法、ルールっていうのは主に N4 レベルのこと。じゃあこれをもっと詳しく長く話すとこんな感じ。私は日立です。日本人です。今は日本で働いていて日本語の先生をしています。趣味は YouTube に動画をアップすることです。好きなものは植物や映画で、最近はホラー映画の来るを見ました。この来るという映画は、こんな感じね。いろいろな文法を使って表現をしています。だから文が長い。それだけでみんなが話すときに使う文法っていうのがどんどん出てきます。または
こんな時にどうやってこの A と B の文章をプラスすればいいか。これがわからない時には勉強できるし、もう勉強したことがあるものだったらもう一度チェックをすることで復習、話すことができるようになります。例えば今の私の自己紹介の中にはこんな文法が使われていました。例えば今は日本で働いていて、この、ている、現在進行形、今何々している。動詞の普通形、辞書形、例えば私はご飯を食べます、食べるだったら今じゃなくて未来、今じゃなくて先のことを言います。でも今、これを言いたいときにはている形を使うから、ここにはている。そして A と B の文章をプラスしているから、ているの最後がて形になっています。そして後ろ、日本語の先生をしています。このているは現在進行形、働いているのているじゃなくて、仕事をしている。私の仕事っていうのを言うときにはいつもこのているっていうのを使います。私は日本語の先生をします。これでは意味が違うっていう意味だね。そして次、趣味は YouTube に動画をアップすることです。まず一つ目、に YouTube っていう場所にアップする。動詞のアップっていうのはにと必ずセットになる。あとは YouTube っていうのが場所だから後ろもにだよ。これもルールですね。そして趣味はって言っているから、名詞は名詞ですっていう風になるから、後ろは必ず名詞にならないといけない。アップする、するだけだと動詞だから必ず後ろにことをつけてアップすることです。これで私の趣味は YouTube に動画をアップすることっていう名詞になって文章が正解になります。こんな文法が使われていました。後半では好きなものは植物や映画で A や B、 たくさんのものを言う時の嫌だね。で、これも A は何々で B は何々、文章をつなぐ時に使うで、ね、最近はホラー映画の来るを見ました。ホラー映画来る、名詞と名詞の間、ここには必ずのを使う。映画っていうものの説明がホラー映画だね。で、この来るという映画はという、これは何かを説明するとき、相手が知らないものを自分が説明するときに引用をして使う。これがというっていう言葉の文法です。長いほどいろいろな文法を使って表現をします。文が長いとそれだけ使う文法も増えるから、どんどん説明をしていきましょうっていうことです。ただ今からじゃあなた長い文章を作ってくださいっていうのは結構難しいと思う人もいると思います。そういう人には単語を説明してみるっていうのがすごくおすすめの勉強方法です。日本語の意味、これを英語とか他の言葉で知っていてもあまり意味がないんだよね。わかるっていうのと知っているっていうのは違うよね。大切なのはその言葉を自分が説明できるかどうか。これがわかるっていうこと。その言葉を知らない人があなたの日本語を聞いて、
わかる、このレベルの説明ができると、あなたはその日本語の言葉を分かっています。じゃあどういうことか、ちょっと練習をしてみましょう。例えば質問、泳ぐ。泳ぐは何ですか？この質問をすると、よく留学生の人は、swim、swim と言います。わかります。でも、もし英語がわからない、N 語、N4 しかわからない人にみんなの日本語で説明するなら、どんな日本語で説明をしますか？少し考えてみてください。泳ぐっていうのは何をすることですか？動くこと。そしてどこで動くことですか？部屋の中では泳げないよね。水の中で動くこと。つまり泳ぐっていうのは、例えば水の中を手や足を使って動きます。これを言うと N5、N4 レベルの人でも泳ぎますっていうのがわかると思います。こうやって説明をすると、必ず水の中、場所を手や足 A や B を使って動きます。使うプラス動きます。使って動きます。こんな風に文法もたくさん使うことに。じゃあ次、みんな珍しいは何ですか？いろいろな英語があるよね。でも英語じゃなくて日本語で説明をする。例えば言葉を説明するときには、例えばっていうのを使うのもすごくいいです。例えば、あなたはいつも学校に遅刻します。でも今日は遅刻しないで学校に来ました。これは珍しいです。これ一つの珍しいの説明です。でも他にもこんな説明があると思います。珍しいは何ですか？他と違います。じゃあ違いますと珍しいは何が違いますか？違いますは A と B 違いますだけ。でも珍しいは違うプラスあまりないの意味です。こんな風に説明をすると、他の人がじゃあこれとこれは何が違いますかっていう風に質問が来ます。その質問に答えます。これコミュニケーション、話すだよね。こんな風に言葉を説明するっていうのは人とのコミュニケーションにもなるし、自分の話す練習、日本語を使う練習にすごくいいです。なのでぜひね、みんな説明っていうのをやってみてください。ただ説明をするときに一つだけポイントがあります。それは簡単な言葉で説明をするっていうこと。難しいことをね、難しい言葉で説明をする人がよくいます。特に日本語の漢字ね。例えば珍しいっていう言葉は何ですか？これを聞いたときに辞書で意味が似ている言葉を調べると、こんな風にたくさん出てきます。で、これを使って説明をするとみんなどうなるか分かりますか？ A さんが珍しいって何ですか？ B さん、珍しいは稀です。稀って何ですか？稀は珍しいです。珍しいは何ですか？
稀です。稀は何ですか？珍しいです。もうループ、難しい言葉をさらに難しい言葉で説明しても聞いている人は分かりません。もしかしたら聞いている人はその言葉を知らないかもしれない。だから難しい言葉はもっと簡単な言葉、 N5 や N4 で説明をした方が絶対に相手に分かりやすいです。で、もう一つ簡単な言葉で説明をした方がいいのには理由があって、難しい言葉っていうのはみんなが考えている元々の意味と少し違う意味とか違う印象の言葉が多いです。例えば楽しい、これを辞書で調べると愉快っていう似ている言葉が出てきます。例えばあなたはいつも面白いです、だからその気持ちをあなたに言いたいです。あなたは楽しい人です。でもこれをちょっと難しく言いたい。あなたは愉快な人です。これみんな同じ意味でしょうか？日本人が聞くと 100% ではないんだけどこんな印象になります。あなたは楽しい人ですだったらあなたは面白い、すごいっていう意味になるんだけど、あなたは愉快な人ですって聞くとあなたは見ていて面白いプラス少し変な人、変だっていう意味もプラスされてしまう。あなたはいつも面白いです、楽しいですっていう自分の気持ちを伝えたいなら簡単にね、楽しいですって言った方が相手には気持ちが伝わりやすい。さっき N5 や N4 はルール、 N3 から N1 はプラスの意味、詳しい説明だよっていう話をしたんだけど、こういう難しい言葉もそうです。基本的な楽しいっていう言葉プラス違う意味もプラスされてしまう。だから自分の思った言葉は難しい言葉じゃなくて簡単な言葉で言った方がミスがない。もちろん分かっていて使うんだったら難しい言葉も使っていいと思います。はい、じゃあ漢字について、ね、漢字はね覚えなくても話せるようにはなります。どうしてかっていうと漢字は書くもん、話す時には読むだけだから漢字ってないんだよね。だから漢字は話したいっていう目的があったら勉強はしなくても大丈夫です。でもやっぱりいろいろなことを表現するために言葉を覚える必要はあります。言葉を覚えるときに一緒に漢字も出てくるからその漢字、言葉は覚える必要があると思います。でもね、漢字の国じゃない人は話すのが上手な人がすごく多いです。もちろんね、この書きますとか作文をします、読みますっていう時に苦手な人はたくさんいるけど、漢字が書けない、漢字の国じゃない人の方が話すのが上手な人は多い。逆に漢字の国の人、この人は読むのは上手だけど話せないっていう人も結構います。これはやっぱり話すっていう時に漢字が必要ないからなんだよね。漢字を知っていれば読むことはできます。だから漢字の国の人はテストよくできます。でもコミュニケーション、話すっていうのはできない人も結構多い。逆に漢字の国じゃない人は漢字がない、話すっていうところができるから話すのは上手だけどちょっとテストは苦手っていう人が多い印象です。で、漢字と関係して JLPT、 こういうテスト系もいらないです。
どうしてかっていうと N2 や N1 を持っていても話せない人たくさんいます。これどうしてかっていうと、漢字とか難しい文系、難しい言葉を知っていてもルール N5 とか N4 が分かっていない人が多いから。さっきも言ったように N5 や N4 が話す時のルールだから、これが分からないとコミュニケーション、話すっていうのができないんだよね。 JLPT について話をすると N2 や N1 がすごく大事っていう話が出てきます。これはね、半分正しいです。そして半分正しくないです。大学に行くとか、私は日本で仕事がしたいっていう時には必ずボーダー N2 を持っていてください。 N1 があるともっといいですっていうふうに言われています。つまり私は日本語ができます、日本語能力の証明のために N2 や N1 が必要だから、 JLPT の N2、N1 はすごく大事です。これが半分正しい理由。でも半分正しくない理由っていうのが、 N2 を持っているっていうことは、つまりその下のレベル N3 や N5 や N4、 これも全部わかるっていう意味なんだけど、でも N5 や N4、N3 を分かっている人っていうのは実はすごく少ないです。 N2 を持ってるけど話せません、書けません、たくさんいます。逆に N5 や N4、JLPT で持っている人ってすごく少ないんだよね。でも何度も言ってるように N5 とか N4 っていうのは日本語のルールの部分だから、これが分かれば話せるようになる。でも N3 から N1 っていうのは意味だけだから、これが分かっていても話せない人っていうのはすごく多いです。もう少し詳しく説明をします。 N5、N4 のテストと N3 から N1 のテストの違いです。 N5、N4 のテストはこんな感じ。私は日曜日に家寝ていました。ここに入る助詞は何ですか？ N3 から N1 のテストはこんな感じ。私は日曜日に家でずっといた。入る文型は何ですか？ばかり、まくって話、ふと。まず N5 から N4 のテストは場所、この家の後ろの助詞は何ですか？そして寝ているの前だったら助詞は何ですか？これってで、に、をがそれぞれのルール、どんな意味かっていうのを 100% 分かっていないとこれですっていうのが言えないんだよね。だからどれかが分からないと本当に分からない。ちょっと難しい。逆に N3 から N1 のテスト、私は日曜日に家でずっと寝て、この文法、この文章のポイントはずっとっていう言葉とか寝て、手形の後ろ、この記憶さえあればこの文章、この問題ってできるんだよね。寝て、手形と一緒に使う文法はどれですかとか、ずっとと一緒に使う文法はどれですか。これ意味が分からなくても、手の後ろはこれですとか、ずっとの意味はこれですっていう風に意味が分からなくても見たことがあるものを選べば N3 から N1 のテストってできる。つまり N5 から N4 っていうのは本当に勉強をしていないと何もわからないです。だってルールだから。逆に N5 がわかればベーシックだから N4 もわかるし、 N4 がわかれば N3、N2、N1 もわかります。でも N3 から N1 って勉強をしていなくてもわかるものがあるんだよね。
例えば見たことがある、手の後ろはこれだと思うからこれです。だから N3 とか N2 とか N1 っていうのは他のレベルと違って N2 を持っているから N3 ができますとか N4 ができますじゃないんだよね。N2 の記憶はあります、 N1 の記憶はありますっていう風になっていて、やっぱり N5 から N4 っていうのは本当に話すときに記憶をしないとできないこと。でも N3 から N1 は本当にただのテスト、チェックをすれば合格をできる可能性がある。話すだけだったらやっぱり N2 や N1 っていうのはいらないんだよね。だって勉強している文法でも使えないもの、使わないものもあるから。でも N5 や N4 っていうのはルールだから、必ずみんなが話すときに必要になってくるということです。これが JLPT の N3、N2、N1 が必要ではないっていう理由です。もちろんあった方がいいと思う。で最後、間違いを恐れないっていうことだね。これは誰でも間違えるから。日本のテレビにずっと出ている外国人の人がいるんだけど、この人たちもねすごく変な日本語を使っています。テレビを見ていて、今のは違うなっていうことがよくある。でね、とりあえず話すとか、とりあえず書いてみる、それでいいと思います。どうしてかっていうと、間違えたくないと思います。間違えたくない、これを思うとやっぱり文章っていうのはどんどん短くなります。私は日立です。日本人です。よろしくお願いします。この文法は全部正しいんだけど、他の何が間違っているか、正しいかがわからない。だからあまり文法を使わないから上手になりません。でも間違えてもいいと思っていると、文章はその分長くなります。文法を使わないといけないっていう状態になって、知っている文法は使うし、知らない文法、忘れてしまった文法は、どんな文法だったっけって思い出す。そうするとどんどん思い出して日本語が話すの上手になっていきます。だから誰でも間違えている。だから間違えないと自分が何が正しくて正しくないのかがわからないから、どんどん間違いをしてください。それじゃあ最後に今日のまとめになります。日本語を話せるようになるためには、まず N5 と N4 の勉強をしてください。これが日本の文法のルールです。これがわからないと N3、N2、N1 を勉強してもあまり意味がない。いつも話すときに使うのは N5 と N4 です。次、説明の練習をしてみてください。何かを説明するときには必ず文法を使って練習をすることになるから、その説明ができると上手になります。そして3つ目だね、間違いを恐れないこと。誰でも間違うからどんどん話してみましょう。じゃあ最後にみんな説明の練習を実際にしてみましょう。 YouTube のコメントのところにみんな自己紹介をしてみてください。特に、制限、何かをしてくださいっていうのは言わないから、自分の詳しい説明をしてみましょう。その中ではたくさんの文法を使うことになると思います。じゃあ次2つ目、新しいっていう言葉を説明してください。さっきも言ったように new っていう風に説明するのではないです。新しいっていう言葉を知らないみんなの友達、 N5、N4 レベルの人に新しいっていう言葉を日本語で説明するならどうやって説明すればいいですか？例えばっていうのを使ってもいいと思います。じゃあ3つ目、動詞の作るっていう言葉を説明してください。さっきの新しいっていう言葉と同じように
N5、N4 レベルの人に難しい言葉を使わないで説明をする。これができるようになると、みんなの日本語の話す能力っていうのはすごくアップしていくと思います。じゃあ、この動画が良かったらみんなグッドボタンと、チャンネル登録もよろしくお願いします。これからはこんな風に日本語の文法についての話もしていきたいと思っています。じゃあまたみんな次の動画で会いましょう。さようなら。